皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。今日は髪の毛を塗ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ始まりました。これはね、黒髪黒い髪ですね。なんだけどちょっと茶色っぽい感じなので、髪の色が暗いので、スタートは暗い色でベース。これはもうエアブラシでやっちゃった後だね。で、先に影塗ってますね、これ。一番暗い色です。裏側は、まあ、暗いんで、もう、全体的に塗ります。暗くなる部分とか気にしません。今これがしばらく続くのかなかなで、割と太めの筆でバシャバシャとやっちゃってます。で、おそらく今日は時間は長いけどあまり変化がない映像が続くので、おそらく途中で離脱します。しまーす。で、この影塗り終わったら、あとは段階的に明るい色を塗っていく作業になります。まあいつも通りなんだけど、ただ最後の方でね、ちょっと違う色味を入れる工程があるんだけども、かなり後の方だね。終わらないな、この影塗るの。まあ一応使えるところは全部使ってるもんで。そうか。だもんで。だもんで。でもって。だもんでってなんだっけさあ、でもってっていうのは稲川淳二の真似だけど、だもんでってなかったっけなんか。まあ、だもんででググればなんか出てくるんじゃない？この髪の毛、とても塗りやすい構造をしております。造形がなんか良さそうだよね。塗りやすそう。確かそうそう、なんか分かりやすくこうブロックごとに分かれてるっていうかね。どこ暗くしてどこ明るくすればいいか、すごい分かりやすくて楽しい造形でした。あれさっき黒髪って言ってたけど、ベースは別に黒いわけではないんだ。そう、真っ黒ではない。まあ、まず、なんて言うんだろうかな。いや、黒髪って言うけどさ、そんな真っ黒じゃないでしょ。まあ実際はね。やっぱさすがに黒すぎるとちょっと重くなるから、かといって、なんだ。茶色寄りの黒を使ったの？そうそうそう。ものすごい茶髪っていうのも、この人には似合わないと思って。まあその中間みたいな色だね。あれだよね。なんか、ベースの色って紹介しないがちじゃない？紹介しないがちだね。ベースって塗ってるとこ取ってもつまんないから、もう取ってないんだ今。これを使ってベース塗りましたぐらいの。いや、きっとさ、本当に知りたかったら、多分質問してもらえると思う。そんな人任せでいいの？上から目線っぽいけどまあ取っとくか、ちゃんと今度からなので、もうこのなんつうのテイクはなんだっけタイムでは出てきません。次の動画、次の新しいモデルかミニチュア。諦めてくださいもう遅いな、次もやってるじゃその次知りたかったらなんか聞いてくれ
さっきは髪の裏側塗ってたから全体を黒い色塗っちゃってたけど、この辺はなんか溝だけだね。毛の流れを意識してやる感じですね。で、髪の毛は、個人的にはなんていうんだろう、線を引いた回数だけクオリティが上がっていくと思ってるもんで、髪の毛って細い毛の集合体でしょ。だから線を引けば引くほど情報量が増えて、より髪の毛らしくなっていくかなと思ってる。だからもう自分が飽きるまでやり続ける。君いいこと言うね。まあ一応結構いろいろ塗ってもらうんで。だもんで。これはじゃあ一応今ハイライト塗ってるでしょ。いや影です。いやさっき色出たじゃん、新しい色。あ、出た。じゃあハイライト。見てなかった。じゃあハイライト。画面凝視してたから見てると思ってたの。新しい色とか多分これ今もうハイライトやってると思うんだけど、何を何さ当たりをつけてる。どこが明るくなるかの目星はどうつけてんですかみたいな。そうね。単純に真上かな。なんかさ、アニメのさ髪の毛のテカリってなんかすごいなんか変なとこっちゅうか、ちょっと多分誇張が入ってると思うね。いや、そういう意味ではこれも誇張が入ってると思うね。真上って真上なんだけど、見栄えがいいとこにハイライト入れるってことになっちゃうよね。で、顔だとか服だとか、全体で見たら破綻がないようには気をつけてるけども、でこれバラして塗ってるじゃない今。顔だけ持って塗ってるでしょ。これ慣れないとさ、バラバラ塗って最後に組み合わせるとその破綻してることがあるんだよね。慣れてきたからだいぶそれなくなったけど、要所要所で一回組んでみておかしくないかなって塩梅見ながらやってるんだけどね。そのバラバラで塗るのは塗りやすいけど、そういう危険性をはらんでいる。で、結構色乗ってきましたね。で、このなんていうのかな、頭頂部っていうか一番ボリュームがあるところを明るくしていく感じかな。見栄えが良い。そう、これ動画編集して思ったんだけどさ、これつなぎ目みたいなのあるじゃん。これこのままにしたんだと思って。これ確かね、この段階で接着してないんだよな。だからなんつうの、仮止めみたいな感じなのこれ今。実際完成品そんな隙間なかったはずなんだけど。そう、完成品はこれなんていうの、マグネタイズしてやって、本当にガチって接着したら隙間がないんだ。そうないか、ちょっとあんだけど、なんていうの、影として認識できるぐらいの細い隙間しかできない。なんかこういうのって難しいよね。なんかつなぎ目がわかるわーってあれだからね、パテやるべきなのかそのままにしとくべきなのかみたいな。昔のガレージゲートは結構隙間があったらしいのね。もうある前提、そういうものみたいな。なんだけど最近のはもうほとんどない。最初に合わせてみるでしょ。もう普通にパチパチはまるね。ほとんど削れとかしない。だから最近だったら磁石仕込んでパチパチって組み合わせて、もうそれで大丈夫みたいな。ほとんど削らない。これもそうだね。それはなんか複製の業者がすごいのか、
原型の段階でバッチリなのか、まあちょっとそういうことはやったことないのでわかんないけども、まあとにかく最近のはそういうストレスがほとんどない。この次ぐらいになると、変化が分かりやすくなってきて、面白くなってくるんだよな。この筆は、この段階でも結構太めの筆使ってるんだけども、明るい色になるにつれて、なんていうの、塗る面積が狭くなるし、線も細くしていきたいから、筆も細くしていきますと。で、例えば、明るくする面積がちょっと広くなっちゃったかなとか思っても、先ほど言ったように、線を引けば引くほど髪の毛はいいと思ってるんで、何回も先に使用した色に戻ったりっていうのを繰り返す方がクオリティが上がると思います。まあ時間はひたすらかかるけどね。まあガレージキットってね、結構高いから。時間かけるといいとかさ、わかるんだけどさ、目とかさ、一発勝負だよね。一発勝負っていうか、まあ失敗したらさ、もちろん行ったり来たりするんだけど、うまくいけば一発でもう多分ものの5分とかで行っちゃうよね、行くときは。今言ってるのはそういうことではなくて、この髪の毛に関して言うと、こうやってすごい時間をかけて何本も線を引くのが最適解だとしたら、一発でうまくいくとかそういう話じゃなくて、まあ例えばこれ3時間やってたとしたら、もうそれが最短ルートって話になるね。まあ高いものだから、わざと時間がかかる方法を選ぶのもいいんじゃないみたいなことを言いたい。いや、そうして、かけようと思ってもかからない部分ってやっぱりあるよねって、その場所ごとには。それある。まあ、それは、しゃあない。なんか、一時期、私さ、1日とかできちゃうじゃん。1日2日とかでやろうと思えば、まあ朝からずっとやってたりするから、時間かけようと思って、ゆっくりやってみたりとかしたんだけど、いや、こういうことじゃないよなとか思ってさ、でも、目とかさ、一発で決まっちゃうからさ、いや、ほんと5分とかで終わるじゃん。もっと時間かけたらなんのかな。それは多分、目玉を入れるよりも、その目の周りの、よく見たら、いろんな色味が入ってんだけど、人間の顔って。そういうのにこだわり出したら時間かかるっていう風になると思うんだよ。でさ、ひまわりさんは、今、昔より時間かかるでしょ。だから、多分初期ってさ、なんつうの、これ以上どうすればいいかが見えにくいって思うんだよね。で、それがだんだん分かってくると勝手に時間かかるんだよね。もっとこうした方がいいんじゃないかって出てくるから。っていうことじゃないかなと思うね。まあ、時間がかかんないからダメっていうわけではないですね。もちろんね。まあ、自分は個人的には、わざと時間がかかる方法を選ぶの割と嫌いじゃないっていう話。それがね、羨ましいのよ。作品に作った人にとっても嬉しいじゃん。時間かけて塗ってくれたのは。で、対価に見合ってるというか、1万いくらするとかするじゃん。それさ、1日2日で終わったらさ、すんげえ贅沢な遊びをしてるじゃない。まあでもさ、
完成品がそこに存在してるっていう価値があるじゃない。完成品フィギュアって言うと時間ゼロでしょ、かかってる時間。でも買う人はそこにそれが存在してるっていうことにお金を払ってる。だからまあ別に自分が好きなものを買って好きなものを作って、まあそんなに時間かかんなかったとしても、それが家のショーケースなりなんなりに存在してるっていうことにお金を払ってんだったら、そんな悪いことじゃないんじゃない？今ね、謎のなんか映像がぽよぽよしてる。そうなのよ。これ多分拡大して、違うな、撮ってる時点でもうこうなっちゃってんだよね。多分そうだと思う。なんか多分この色が、なんていうか、工学的に悪さしてんのか、ちょっとカメラ界の話はよくわかんないんだけど。まあちょっとあんまり凝視しない方がいいかも、なんか気持ち悪くなるかもしれないんで、注意です。しかもね、結構いい感じだよね、これね。映像としてはね。それなのになんかぽよぽよしてんだよな、ぐにゃぐにゃしてるっていうかね。なんなんだよ、これ。だいぶなんかすごい分かっていい感じなってきましたね。これ、人によってはもうこの辺でやめても OK だと思うんだよね。どうしてもハイライトを入れ続けたい性格なもんで。だもんで。けどさ、これぐらいだとさ、トップコートしたらもう、なんか、わかんないんじゃない？かもしれないな。さっきより筆細くなってるかな？変わんないかな？同じかな？わかんないな。変わってるような気もするけど。するね。まあそんな感じで、そろそろワープかな。言いたいことは言ったかも。ただ最後の方でちょっと変わったことやってるんで、そこまで飛ぶか。ではまた。
Never you,
ほい。帰ってきました。たでーま。おきーり。だいぶ佳境に入って、これ多分最終のハイライトだと思うんだけど、相当細い筆使ってますね。で、この後にね、突然違う色使い出すんだよね。グレージングするんだけど、これどういうことかというと、なんつうのかな。ちょっと外れた色味を加えると、情報量が増えるって言えばいいのかな。で、実際髪の毛ってさ、例えば上から白っぽい光が当たったとしても、他にも環境光って周りの物体から反射した光とかも映り込むわけさ。だから、なんか、その周りの色も入るんだよね。っていうようなことで、ちょっと赤っぽい紫みたいな色を最後の方でちょっとグレージングするところが入ってます。それはなんでその色をチョイスしたの？この髪の毛に主に使った色からそこまで外れてない、かつ違う色味、他の部分にも使ってる色みたいな、まあ、いろいろ言ったけど、なんかその辺にあった雰囲気壊さなさそうな色っていう表現が正しいかな。それはさ、なんかこういう風にさ、ほら線を引くほど髪がなるんだけど、それはなんで線じゃなくてグレージングになる？引いた線潰しちゃうからって言えばいいかな。なんかちょっとだけ違う色が入っててほしい。この辺はなんか感覚だからな。出たー感覚これが最大ハイライトです。まだグレージングには行きませんでした。この辺はちょっと慎重だね。まあ、といっても、先ほど言ったようにね、このハイライトの面積が広かったら、またもうちょっと色戻って線を追加すればいいから、気楽にやっていただきたい。ちょっと映像がぽよぽよしております。このモニターだからっていう話じゃないよね、多分。生きてるかのような。グラボが入ってないからとか？いや、関係ないと思うんだよな。グラボとかさ、入ってないのに用意編集とかやるよなって感じだけど、まあ関係ないか、それは。大したことやってないからな。メモリだけ増やしたでしょ。大したことやってないって失礼だね。違う違う。あなたの作業の手間じゃなくて、パソコンにかかる負荷の話をしてる。わかったまあ次はね、事前告知ですね。次の動画は、カーディガンになります。カーディガン。なんで復唱したまあいいか。この前占い行ったんだよね。今言う。時間ないから次回にしよう。そうだな。初めて占いっていうもので言ってみた。だいぶ白くなったよね。なった。でも、完成品見て、めっちゃ髪白いなと思わないでしょ。なかなかその色にグレージングの色までいかないね。いかないね。もう本当に最後の最後にやったからな。俺イヤホンで聞いてる人には聞こえたのかな。今テルソンが壮大なゲップをしたんだけど。失礼しました。聞こえてたらごめんなさい。
あ、聞きました。これでちょっと外した色を。グレージング言うと、でも線は引いてるよね。だから結構薄めたやつを、毛の流れに沿って入れる。どっちかっていうと境目に入れてるよね。そう、なんていうの、色は違うけど、この色の明度の段階は、多分髪の毛のグラデーションの途中の明度なんだよね。うん。で、まあ、そんなこと言ってみたいけど、まあ、割と薄めてるから適当にやっていいよ。これは何、誰かのなんか本を見たの？なんかツイッターで見たな。あ、なるほど。確かにこの方が、ちょっと面白くなるなと。まあまあ、パクリだな。大体パンのことはパクリだな。パクってなんぼだろちょっと赤み入ってるでしょ。うん。ってな感じでした。じゃあ、この45分57秒、もっとあんのか。もっとあんのか。全部見てくれた人がいるかいないかわからないけど。じゃあ、また次の動画でよろしくお願いします。テレスノンでした。お願いします。ひまわりでした。またねー。